こんにちは、ゆうかです。今日はなんとマニュアル車を運転してみたいと思います。皆さん覚えてますか？私実は2024年の12月頃にオートマ限定解除をしてマニュアル免許を取得したんですよ。約2年前ですね。それから一度もマニュアル車を運転してないんですよ。なので今日はほぼ初心者状態で人生初のマニュアル車運転に挑戦してみたいと思います。果たして無事にエンストせずに走れるのか、ぜひ見守っててください。今日運転する車はこちらです。ホンダのアクティトラック、軽トラックですね。これは普段お父さんが農作業用に使っているトラックになります。横から見るとこんな感じで、そんなに大きくはないんですけど、積載量は 350kg、 結構な荷物を積めますね。これはお父さんが中古車で数年前に買った車なので、かなり年季が入っています。ただ私は今日初めてのマニュアル車運転ということで、さすがに怖いので、今日は先生を呼びました。先生のママです今日はよろしくお願いします。今日はね、先生だよね。はいはい、先生です。今はね、憩いの広場というところを借りて撮影させていただいてるんですけど、ここ実はね、お父さんにパパクリッパーをもらった回でも登場していて、結構思い出の場所なんですよね。駐車場が広々していて、今は貸し切り状態なので、ここで一旦練習をしてから公道を走りたいと思います。うわ待って、やばい、足めっちゃ汚い。この車汚すぎて待って足真っ黒なんだけど、日本語で喋ってね。 OK。 それじゃあ早速、何も覚えてないんだよね、マニュアル車。私3日間しか運転していなくて、合計4時間とテストしか受けてないんですよ。マジで覚えてない。両方使う運転席の周りはこんな感じになっていて、軽トラックってこの車がそうなだけかもしれないんですけど、めちゃくちゃハンドルが重いんですよ。で、足元にはこんな感じで、アクセル、ブレーキ、そしてクラッチというものがあります。で、今足汚いのは気にしないでください。そして横にはチェンジレバーがついていて、1足、2足、3足、4足、5足になっています。これ難しいよね。バック。これがバックか。こんなのあったっけ？あるか。やばい、全然覚えてない。よし、じゃあいいママ、心の準備できた？事故ったらごめんね。おお。最初1あるんだっけ？1？1で？おお。怖い、待って、汗がやばい。大丈夫、ここ広いからね。はい、回ります。2はどうやって？はい踏んで下。はい。これ4巻。これ4。助けて。待って、マニュアルめっちゃ怖い。ママはマニュアル車何年運転したことある？何年かな。10年ぐらい。マニュアルめっちゃすごくない？オートマとマニュアルどっちが楽しい？運転してて。両方楽しい。私まだマニュアルの楽しさを分かってなくって、でも結構車好きな方ってマニュアルの方が楽しいよって言ったりするから、マニュアルの楽しさを私も知りたい。マニュアル車運転できる人めちゃくちゃ尊敬する。ちょっとここ一回ぐるぐる回るね。じゃあさ、止まるって言って、そしたら止まってみる。止まるって言って止まってみる。これ信号でこう止まる。で、発進するときは1にして、これを離しながら、意外といけるかも。ちょっとここで練習してから公道に出ようと思うんですけど、公道出るの怖いな。怖いね。軽トラックのことを私軽トラって呼ぶんですけど、ケッパコとかケットラって呼ぶ人多いですよね。方言なのかな？ずっとこうやって動いてる時は何も怖くないんですけど、ブレーキとか信号ですね。主に信号とか、あと坂道発進めっちゃ怖い。ずっと普通に走ってる分には余裕そうですどうする？もうそろそろ公道出る？まだ怖い？車が少ないとこってある？
ママさ薬局行きたいって言ってたじゃん。薬局行く？絆創膏。大丈夫。はいよ。じゃあ行くとこないよ、そしたら。でも慣れてきた、だいぶ。楽しい。これはお父さんの軽トラックなんですけど、お父さんがね今野菜運んだりとかいろんなことで使ってるんですけど、もともと私おばあちゃんの世代から軽トラック乗ってたんですよ、うちって。おばあちゃんが乗せた軽トラックを売ってこれに買い替えたんですけど、ちっちゃい頃はおばあちゃんが軽トラック運転して小学校送ってくれたりしてたんですよね。軽トラックはね結構思い出深いです。どうする？ママ出る？まだ行動出る？怖い？出てなら出る？気をつけて。オッケー。ということでもうちょっと、はい、じゃあもうちょっと練習するか。あ、でも意外と体が覚えてるもんだね。ちょっとセンスあるかもしれない。まだ1回もエンストしてないよ。ちなみに教習中では10回ぐらいエンストしました。私はオートマの免許から取ったから良かったんですけど、いきなりマニュアルから取ってたら多分私運転向いてないやと思って自信失ったかもしれない。なんかマニュアル運転してるとオートマのありがたみを感じますね。よし、お、結構いいんじゃない？発進、えい、お、この半クラの力加減が難しい。でももういける気がする。本うん当？いいよ。じゃあもう一周回ったら行動行きたいと思います。やばい、めっちゃ久々。公道走ったことあるかな？初めてだ。教習では走らなかったんですよ、公道。初めて。やばい、緊張。これやばい、初心者マーク貼っとけばよかった。ゆっくり。はい、ゆっくり。でも車誰もいないから大丈夫。なんか足。はい、足めっちゃ忘れる。そう。おお、すごい楽しい。もうちょっと運転が上達したらお父さんの農業とか手伝えたらいいなって思ってるんですよね。そう。はい、大丈夫だよママ。心配。全然余裕だって一回もエンストしてないし。ママも大丈夫し。優香がちっちゃい頃ママずっとマニュアル運転してたじゃん。で優香さ、朝ギリギリに起きて今日小学校、はい、今日小学校送ってとかすぐ言ってママ結構飛ばしてくれてたんですよ。マニュアルで飛ばしてくれてたって結構大変だよね。中学校の頃さ、毎日送ってってくれたよね、学校に。覚えてる？真っピンクの車でマニュアル車で、もう全力で飛ばしてくれてました。友達みんな上からあ、ママ来た。そうだよ、みんな真っピンクの車で超恥ずかしくて、しかも職員駐車場まで来るんですよ。みんな「ゆうかちゃんのお母さん来たんじゃない？」って超恥ずかしすぎてずっと逃げてた。逃げるの大変だったんだからね。どこ行く？どこ行く？一回憩いの広場帰る？あっち怖いからね。いいよ。それで足も。はい、足やります。オッケー。よし。少し行動を走って池袋じゃない、間違えた。少し行動を走って憩いの広場に帰ってきました。どう？先生どうですか？すごい。すごい上手？じゃあ100点中何点？100点中何点？何点か。はっきり。はっきり。50点か。おー50点。じゃあまだお父さんお手伝いできない？まだダメ？もうちょっと練習。もうちょっとね。かな。もうちょっと頑張んないとな。慣れたらいいのかな、もっといっぱい運転して。慣れたらいけるかな。それじゃあもう一回公道を走りたいと思います。
次は車載カメラ、外にカメラをつけたので景色も楽しめるはずなので、ぜひ皆さん一緒に運転した気分になって、一緒に運転した気分っていうか助手席にいる気分になってドライブ楽しみましょう。さっきこの車の車種について調べてみたら、もうすでにこの軽トラックの生産は2021年に終了しているんだそうです。ちなみにこの車が作られたのは1990年代だから、私よりも先輩なんですよね。4。早っ。もう4。でも全然大丈夫そう。止まる？なんで？左。スーパー行く？そうよ。オッケー。はい、じゃあスーパー行って買い物しよう。ゆっくりね。ゆっくりゆっくり。ゆっくり。はい。ゆっくりゆっくり。はい、分かってるよ。車少ないところでいい。はい。これでいい。ここ？うん。分かった。いいよ。じゃあバックの練習してみよう。はいよ。これでいいよ。よ。よし。で、バックの方入れて。あ、意外といける。あ、そっか、バックモニターないのか、これ。あ、買った、このハンドル。買った。はいよ、はいはいはい。分かってるよ、大丈夫大丈夫。ママ心配性すぎてさ、大変横に置くと。結構うまいんじゃない？お買い物から帰ってきました。じゃん。初心者マーク2つ購入しました。これを前と後ろに貼っておけば大丈夫なはず。これでみんな警戒してくれると思うので、これを貼っておきたいと思います。あとはアイスを買いました。これはママのアイス。ママは糖類ゼロあげる。どうぞ。ありがとう。いいよ。もうこの車本当に暑すぎて、もうね、やばい。エアコンが全然効かないんですよ。おいしい？おいしい。うまっ。でも正直もっとマニュアル車ってエンストしちゃうかなって思ったんですけど、今日はまだ1回もしてないし、意外と大丈夫というか体が覚えてましたね。教習所で習った時よりも上手になってる気がする。なんでだろう。でも一応事前に動画とか見ていっぱい予習はしてきたんですよ。その効果がちょっと生きてるのかな。ここに初心者マークを、これで大丈夫かな。そして後ろにもこの辺真ん中に貼っておこう。よし、これでみんな警戒するはずだ。お昼は暑すぎて、この車はエアコンがあんまり効かないのでカメラが止まっちゃったんですけど、今、夕方になって少し日が落ちてきたので運転を再開したいと思います。にしても暑いな、今日は。暑すぎるね。よし。今日はもう早速お父さんが作った野菜を運び出そうかなって思ったんですけど、さすがに今日仕事始めはちょっと早すぎるので、一旦今日は練習して次回以降上手くなったらお父さんのお手伝いをしたいと思います。今日は一旦練習ですね。今は車を走らせてきてエコパに着きました。エコパは実は掛川ではなくて掛川の隣の袋井というところにあります。私ね、このエコパあんまりいい思い出がないんですよ。高校時代マラソン大会があったんですけど、エコパの外周を走るんですよね。8キロ近くあって、めちゃくちゃ体力なくてマラソン遅いんですよ。ビリ3ぐらいだったのを覚えています。ママ、ゆうかさ、持久走めっちゃ遅かったよね、昔。覚えてる？小学校の頃さ、ほぼビリだったよね。なんかオートマ普段運転してるから癖というか、すぐブーンって踏んでスピード出しちゃうんですよね。でこの車さ、うるさいですよね。なんだろうね、この音。ピーってずっと鳴ってる。今この辺来たりするの？この辺は。何しに来るの？友達と遊ぶの。ママはめっちゃ友達多いよね。ね。ゆうかはあんまり友達がいなくて、悲しい。
なんかやっとエアコン効いてきたね。少し涼しくなってきた。よかった。なんであんなお昼エアコン効かなかったんだろう。でブレーキを踏まずにずっと一直線走ってる時はオートマとほぼ変わらずめちゃくちゃ楽ちんです。ゆっくりよかった。はーい。高速道路の渋滞とか結構地獄なんじゃない？高速道路でさ渋滞したらめっちゃ止まるじゃん。めっちゃ大変じゃない？ね。今の時間は夕方で割と待機ラッシュかなって思ったんですけど、車はそんなに多くなくてよかったです。助かった。ここは40キロ制限の道路なので、まあね30キロぐらいで走ってます。ギリセーフ。ちょっと遅いかもしれないんで渋滞起こさないように気をつけないと。今の時間ね、道車多い方も。これ多い方なの？ね。これ多い今？そう。多いんだ。これで？普段東京とか関東の方走ってるからめっちゃ少なく感じる。東京怖いよ。車めっちゃ多い。交差点も多いし、なんか掛川はすごい運転しやすいです。ママ昔ナビがなかったじゃん。ナビがない時ってどうやって家帰るの？この時ガソリンスタンドとか道聞くとか。ガソリンスタンドで道聞いてたんだ。今じゃ想像できないね。怖い？横乗ってたら怖い？そう。早い怖いよ。でも街中こう見ても軽トラック運転してる人は誰もいないですね。農業以外あんまお仕事以外では使わないのかな。たまに見かけるんですけどね。あまりいなくない？軽トラック。もう誰もいないね。友達。軽トラ友達。すぐに。すぐに？そう。すぐに大変。めっちゃ忙しいね。手も足も忙しい。若干腰が痛くなるね、踏みすぎて。ね。こっち行ったら掛川駅か。そう、駅で。こっち行ったら何があるっけ、まっすぐは。まっすぐ、こう、透明に入るかな。爽やかな方ね。わかるよ、ママ見てるよ。この道信号が多いから、停止がめっちゃ多い。難しさが全然違う。圧倒的にマニュアルのが難しい。じゃあ今日はこの辺で練習終了しようかな。ちょっとパーキングとか止めれるとこ探そう。運転終わった。めちゃくちゃ緊張しました。約2年ぶりのマニュアル車運転でした。限定解除って言っても合宿で3日間だけだったので、あんまり体が覚えてないかなって思ったんですけど、慣れたらいけそうですね。ママ、優香の運転どうだった？何点だった？上手くなった？最初より少し。そう。ちょっと上がった点数。70点。70点？本当にこれで？結構甘々な先生ですね。ということで今日はね1日目だったのでまだ全然下手っぴだったんですけど、これからも練習を積み重ねてお父さんのお仕事のお手伝いできるように頑張りたいと思います。いやマニュアル車運転してる人本当にすごいな。オートマのありがたみを実感しました。あとは今日はできなかったんですけど坂道発進、あとこれだけはマスターしておきたいのでどこか練習する機会があったら坂道発進も練習したいと思います。ということで、いやー最近の動画で一番緊張したな、マニュアル車運転。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。これからも練習頑張るぞ。お待って、急にスピード、これめっちゃ怖い。大丈夫？暑い？
心配だから汗かいてるの。そうだよ。ママの汗が止まらなくてずっとティッシュで拭いてる。ね。暑いね。この車全然エアコン効かないよね。ブルーベリーと行こうか。お今あ日と暑い。悩む。あ、行きたいとこ他はない？使いこなしてるのすごいよね。しかも私のママは中国人だから日本語があんま読めないんですよ。すいません、今訂正が入りました。30年以上日本にいるから文字ぐらい余裕に読めるそうです。ね。 10年前だよもう。そうだね。あ、毎2年前年か。先生からそうだね、毎年数年。ね、学んでヨガわかるよ、分かってるよ、分かってるよ。すごい、ここにも川ある。ここも釣りできるのかな。なんて言うわ。うんだ。無理。無理と思う。無理か。うん、釣りなんて思ったことない。ね、確かに釣り人いないね。うん。